Abend 5月26日、だいたい今日のネーデルラントの時間です。ニュースを一つお伝えします。今日のは、オランダのニュースではないのですが、 EU が前から注目していて、私も去年から気になっていたのでこれにします。これ EU ベラルーシへの制裁を強化する。どうぞ。5月23日日曜日にギリシャからリトアニアへ向かう旅客機がベラルーシ当局によってベラルーシの空港に強制着陸させられ、反体制派のジャーナリストが逮捕されるという事件がありました。 EU は逮捕されたジャーナリストのロマン・プロセタビッチ氏とガールフレンドのソフィア・サペガ氏を直ちに解放するよう求めるとともに、ベラルーシに対し新たな経済制裁を科すこと、ベラルーシの航空機による EU 領空内の飛行及び EU 諸国の空港使用の禁止を決めました。ベラルーシでは去年8月に行われた大統領選挙前から反体制派に対する取り締まりが厳しくなっており、多くのジャーナリストや一般市民が不当に暴力を振るわれ、拘束され、政治犯として有罪判決を受けています。ベラルーシは政治体制から欧州最後の独裁国家と言われています。また国際的には死刑が廃止される方向にあるとされていますが、ベラルーシはヨーロッパでは唯一死刑制度を残している国です。ちなみに日本も死刑制度を採用していますが、これはヨーロッパ人からするとかなり野蛮な印象を持たれるところです。ベラルーシで1994年から独裁者として君臨する大統領のアレクサンドル・ルカシェンコは、去年新型コロナウイルスを撃退するにはウォッカを飲んでサウナに行くようにと国民にアドバイスしたり、ウイルスは見えないから存在しないなどと発言して、感染拡大を防ぐ十分な対応をせず、さらに国民の怒りを買いました。去年8月の大統領選挙前には有力な候補者が次々に排除されました。反体制活動家として有名なセルゲイ・チハノフスキ氏も選挙前の5月に拘束され、大統領選に出られなくなります。その際、妻のスベトラーナ・チハノフスカヤ氏は、自身は政治経験が全くありませんでしたが、夫の代わりに出馬し、国民から強い支持を得ました。しかし選挙結果は5人の候補者中、ルカシェンコの得票率は 80% 以上、チハノフスカヤ氏は 10% 強、その他の候補者は 1% 台にとどまったと発表されました。この結果には不正があったとして納得のいかない国民が大規模な抗議デモを行いました。多数の逮捕者が出ましたが、ベラルーシ国民は数ヶ月にわたり平和的な抗議運動を続けました。当局は弾圧を続けています。今回の事件はジャーナリスト1人を拘束するために民間航空機を戦闘機で誘導して自国の空港に強制着陸させたという点で大変ショッキングなニュースでしたが、このような非現実的で非人道的な行為がベラルーシでは今も起きています。以下はチハノフスカヤ氏の野党集会での発言から。まともな生活を望む人は犯罪者ではない。みんな同じ国民だ。平和的な政権交代を望む人たちだ。どうか自分の良心に逆らわないでください。国民に逆らわないでください。次は今回拘束されたジャーナリストプロセタビッチ氏のお母さんの言葉です。私の息子であるこの若者は、ただ何が起きているかの真実を伝えたかっただけ。間違ったことは何もしていない。彼を救ってください。ニュースは以上です。この動画の説明欄に関連記事のリンクを貼り付けてあります。どうぞご覧ください。ではおまけです。今日の音楽は引き続きダンカン・ローレンスで、曲は Love Don't Hate It です。I wasn't ready for my heart to drop the way that it did.
this. It's slowly taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I, so have I. Look at us, we could have it all. So damn right that it should be.はい、こんな感じでした。続いてアーティストの格言。今週はピート・モンドリアンです。色と大きさのリズムが時間と空間の相対性の中に絶対的に現れる。以上、だいたい今日のネーデルラントでした。次の動画が出るまで少々時間がかかります。ですので次は来週水曜日頃にお会いしましょう。Tot volgende week. Dag!